イージーブーストのコピー品と本物を比較します。こんにちは、パティーヌブックです。前回動画でお伝えしたイージーブーストがコピー品であった件ですが、今回は本物を用意しましたので、そちらとコピー品とで一体どこが異なるのかを比較してまいりたいと思います。とはいえ、前回のものもコピー品とは分からずに紹介したくらいなので、本物のつもりでまたコピー品を買わされてしまう可能性もあります。そこで今回はメルカリの安心鑑定を利用させていただきました。安心鑑定はメルカリで購入するブランド品の発送前にプロの鑑定士に真偽を鑑定していただくサービスです。鑑定利用には2000円かかってしまうのですが、物は試しに鑑定を依頼してみました。その結果、本物と認定された上で発送されたものがこちらとなります。本当は同じ色で比較したかったところですが、同じカラーのものはなかなか出品がなく、今回はこちらのカラー、イーズリールと比較することになります。多少の使用違いはあると思いますが、コピー品が偽物とどのように異なるのかはわかるのではないかと思います。ちなみに、最近はイージーの人気が急落していて、以前はプレミア価格で販売されていたシューズが、2025年現在では半額以下というのがザラとなっています。こうして比較しても、触り心地的にはほとんど違いがわからないですね。コピー品の方がチープということもありませんし、重量も大して変わらないと思います。海外サイトなどを見ると、ここの隙間が違うという指摘がありますが、これはどちらが秀でているというものでもないので、本物を知らない限りコピー品と気づくことは難しいですね。あとはこちらのインナーのライン。これがコピー品の方が配列が雑らしいのですが、言われてみればコピー品の方が雑に感じます。が、言われなければよくわからない気もします。タグもきちんとした日本語で誤字もないですし、どちらが不自然ということも一切ありませんでした。今は翻訳がネットで簡単にできるので、昔のような大陸由来の不自然な日本語というものは Amazon くらいでしか見ることがなくなりましたね。あとはこの編み込みについても、海外サイトでは判別ポイントとして挙げられていましたが、自分としては見分けがつきませんでした。どちらがよりしっかりした縫製なのでしょうか。正直、よくわかりません。一番わかりやすかったのは、裏面のソールです。裏面のこのブーストソール。この白いスポンジ部分の線の入り方は明らかに違いますね。私でも判別がつきました。ただ、両方履いてみて感じたのですが、どちらの方が履き心地が良いのかはわかりませんでした。正直言って同じように感じました。今回購入したコピー品はあくまで本物として販売されていたものですし、イージーのコピー品は品質も価格もピンキリだそうなので、そういった意味では良質なコピー品だったのかもしれません。良質といっても、あくまで製品の質という意味で、商品としては違法なものなので、その点はお間違いないようにお願いします。当チャンネルではコピー商品を良しとする気は一切ございません。その点はご承知おきください。今回の動画は以上となります。中国由来のコピー品の精度は最近どんどん上がっていると聞きます。これは何もスニーカーに限らず、腕時計やバッグなど高額ブランド品全般に及びます。こう聞くと、いくら経済や技術発展をしたとしても、中国のモラル意識はまだまだ、あるいはずっとそのままなのかもしれませんが、日本人のそれとは異なるものだなと感じずにはいられませんでした。このままの流れが続き、
本物と偽物の区別がつかないような時代が来ると、ブランド業界全般の先行きも心配になるところですので、自国のメンツにこだわる中国にはこのあたりの改革にも着手してほしいなと思うところです。それではこの動画が面白いと思っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。パティーヌブックでした。